マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、最近ですね、コメントで本当にありがたいことにたくさんの方々から嬉しいコメントをね、いただけるようになりまして、で、その中にね、マイさん、いつもポッドキャストを楽しく聞いています。マイさんはいつも明るくていいですね。とか、あとは、ポッドキャストを聞いていて楽しいですし、あとは元気をたくさんもらえますといった、そういった、言葉を、言っていただくことが増えてきて、で、レッスンの生徒さんからもね、同じようなことを言ってもらうことがすごく、増えました。で、本当にそういった嬉しいお言葉を聞くたびに、本当に嬉しいですし、あとは心がすごく温かくなります。で、それと同時に、私自身もっともっと頑張って、もっと楽しいポッドキャストを皆さんにお届けしたいなって、うん、そういう気持ちもどん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 大きくなっています。はい。なので、本当にいつも皆さん、このポッドキャストを聞いてくださって、そして温かい言葉も、あの、私に、はい、言ってくださって、本当にありがとうございます。はい。もう私も、やっぱりこういった、お言葉を聞くたびに、私自身もう本当にたくさん元気をもらうことができています。はい。なので皆さん本当に本当にありがとうございます。感謝しています。はい。で、この間ですね、その生徒さんと授業をしている時に、生徒さんから、舞先生はいつもポッドキャストでニコニコ笑って、明るくお話をされていますけど、舞先生の性格ってどんな性格なんですかって質問されたんですね。で、自分の性格について話をしたんですけれども、なんか改めて考えてみると、自分の性格って意外と説明するのが難しいなって思ったんですよ。うん。なんか私はもともとね、明るい性格なので、もちろん明るい部分がありますけど、でも、ちょっとネガティブな部分もあったり、あとは几帳面なところもあれば、あんまりそんなに気にしない部分もあったり。で、この几帳面っていうのがどういう意味かっていうと、細かいところまできちんとしていて、こう手抜きをしない性格を几帳面と言います。うん。あとは、かなり私マイペースな部分があったりね。うん。そう、結構マイペースなんですよ。うん。なので、自分でも、あれ、結局私ってどんな性格なんだろうってちょっと考えちゃいましたね。うん。で、性格について生徒さんとお話をしていたら、あ、そういえば、日本では性格の話になると、血液型の話になることがあるなって思ったんですよ。ふとね。うん。で、日本では相手の性格を知りたいときに、血液型って何型って聞いたりするんですね。うん。で、これをポッドキャストで話したら面白いんじゃないかなって思ったので、はい。今日のテーマはですね、日本人はなぜ血液型を気にするのかっていうのについてお話をしていきたいと思います。はい。で、本当にどうして日本人はそんなに血液型を気にするのか。そして日本人が血液型に対してどんなイメージを持っているのかっていうことについてお話ししていきますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。じゃあまず最初に
日本人と話したことがある方は、経験したことあるんじゃないかなって思うんですけど、日本人と話していると、かなり早い段階で「血液型は何型ですか？」って聞かれることがあります。で、場合によっては、年齢だったり趣味とかよりも先に血液型を聞かれることもあって、うん。で、それを聞かれた時に、慣れてない方は、最初は「え、なんで？」って少し戸惑っちゃう人もいるかなと思います。うん。でも、日本では、これは本当に自然な挨拶みたいな感じなんですね。で、しかも日本では、血液型っていうのは、単なる医療情報だけではないんですね。例えば、アニメのキャラクターのプロフィールだったり、あとは雑誌に載っている血液型占いとか、あとは恋愛コーナーに載っている何型と何型の相性はとかね。うん。そんな感じで、結構必ずと言っていいほど登場する性格のヒントみたいな存在なんですよ。なので日本人は血液型を通して、この人は、ああ、こんなタイプなのかなとか、うん、そう言って相手を軽く理解しようとするんですね。この文化は日本独特の空気を読むという感覚ともつながっていて、相手の性格や雰囲気を早めに把握して、そして失礼のないように相手に気を使おうっていう気持ちから、血液型の話が自然と会話に入ってくるのかなと思います。で、例えば相手が A 型だってわかると、あ、この人は礼儀を大切にしそうだなって思って、ちょっと自分も丁寧に話をしたり、あとは B 型だってわかると、あ、この人はもうちょっと気楽に自由に話しても大丈夫かなって、うん、感じて、それで会話の距離感をね、調整したりとか、そんな風に使われることもあります。この血液型についての考え方がどうしてここまで日本に根付いたのかっていうと、実はちゃんとした歴史があるんです。今から100年ほど前、1927年に日本の心理学者、古川武二が血液型と性格には関係があるのではないかっていう内容の論文を発表しました。で、今の基準で見ると、正直科学的な根拠ってほとんどありません。でも、当時の人たちにとっては、え、血液型で性格がわかるのっていうね、ちょっと、びっくり。もうとっても新鮮で、興味深い内容だったので、そこから一気に広まっていきました。人を理解して分類したいという欲求が強かった時代の空気とうまく噛み合ったんですね。さらに1970年から80年代になると、今度は野見正彦という作家が血液型と性格について書いた本を出版しました。この本がベストセラーになったことで、血液型と性格を結びつける考え方が一気に世間に広まっていったんですね。テレビ、雑誌、漫画、広告、気づけば血液型の話題があらゆるメディアに溢れていきます。学校でも会社でも恋愛でも、血液型何っていう会話が当たり前になっていったんですね。特に調和や気配り、人間関係を大切にする日本社会では、血液型っていうのは人を早く理解するためのヒントとして受け入れられていきました。初対面やまだ距離がある相手と気まずさをなくして、そして関係をスムーズにするためのネタとして完全に定着していったというわけです。じゃあ実際に日本人は血液型ごとにどんな性格をイメージしているのかっていうと、実はね、
かなりはっきりしています。はい。まず A 型。A 型の人は何事も几帳面でルールやマナーを大切にするタイプ。日本ではとにかく A 型の人は几帳面っていうイメージがとっても強いです。はい。ちなみに私は A 型です。うん。でも、几帳面、そこまで几帳面かなって。まあ、几帳面な部分もちろんあるんですけど、几帳面じゃない部分もあるので、っていう感じですね。はい。はい。で、次、B 型ですね。B 型の人は、自分のスタイルを持ったマイペースタイプと言われています。周りの目よりも自分のリズムを大切にして生きる人っていう印象があります。はい。そして O 型。O 型の人はおおらかで社交的、人付き合いが得意、そして大雑把というイメージもあります。で、このおおらかっていうのがどういう意味かっていうと、細かいことにこだわらず、心が広くて、落ち着いている性格のことを言います。そして大雑把っていうのは、几帳面とは逆です。細かいことは気にせず、大体こんな感じでしょうっていう、そんな感じで物事を進める性格のことを言います。そして最後、AB 型ですね。AB 型の人は少し特別扱いされがちで、独特とか、あとは何考えてるのかわからないっていう、そういったことを言われますね。あとは、天才っぽい時もあれば、変わってる時もある。そんな人っていうイメージがあります。で、AB 型でよく言われるのは天才肌っていうのもね、言われることも多いかなと思います。で、この天才肌っていうのが何かっていうと、普通のルールややり方にとらわれず、独自の発想や才能で物事を成し遂げるタイプのことを言います。はい。ただし、ここで大事なのは、これらはあくまでも日本社会が共有してきたイメージであって、科学的に証明された事実では全くないっていうことなんですね。うん。それでも多くの日本人がこのイメージを自然と理解していて、そして日常会話の中でも当たり前のように使っているっていうのが面白いところですよね。ちょっとここで日本の血液型あるあるをいくつかご紹介したいと思います。まず一つ目。オンラインコミュニティに登録するとき、血液型を入力する欄があったりします。で、マッチングアプリでも血液型を入力する欄があって、公開している人がほとんどだそうです。そして二つ目は、血液型を聞いて相手が何型か答えた瞬間、反射的に、ああ、やっぱりねって言っちゃうっていう。そう。もうこれはね、絶対あるある。私も何回も言ったことありますね。ほら、やっぱり当たったとかね。そう。で、普段から几帳面な人が A 型だと、ほらね、やっぱり A 型だよねってそう言ったり、あとは一方で、意外と大雑把な A 型の人だと、ああ、一瞬 A 型か O 型で迷ったんだよね。でもね、A 型かなって思ってた。やっぱりね、A 型だよねって、もうもうね、結果がどうであれ、毎回こじつけがもう発生するんですね。そう。で、このこじつけっていうのが何かっていうと、後から理由を無理やり当てはめて、いかにも合っている、それに合ってるっていうように見せることを言います。そして3つ目は、これはもうね、定番中の定番です。最初から血液型を教えずに、私何型に見えますかって聞くやつですね。で、相手が、うーん、A 型かなって言うと、
ブッブー、外れです。実は私 O 型なんです。っていうね、自分の意外性をアピールする感じですね。はい。でもね、「何型に見えますか？」って聞かれることを、めんどくさいな、また出たって思っている人も実はいるんです。はい、これが典型的な日本式血液型トークです。で、日本人にとって血液型って天気の話と同じぐらい安全で、しかも緊張もほぐれて誰とでも会話を続けやすいっていうまさに最強の会話ネタなんですね。で、ここまで話してきた血液型のイメージって、日常のいろんな場面にかなり自然に入り込んでいます。例えば恋愛。私たちの血液型って相性どうなんだろうっていうね、こういった会話は割と普通に出てきますね。そして友達同士でもやっぱり B 型っぽいよねみたいな感じで人の性格を簡単に説明するときに血液型が使われたりします。会社でも表では言わなくてもチームを組むときになんとなく血液型を意識する空気があったりね。あとは子供の教育の場面でも A 型だから慎重そうとか、あとはこの子は B 型だから自由なタイプかななんていう会話が割と普通に交わされています。このように血液型は日本社会で人を理解するための手段の一つとして使われていて、恋愛、友情、職場、教育まで幅広く影響を与えるものになっているんですね。で、ここでちょっと身近な例を一つ挙げてみます。アニメや漫画、ゲームが好きな方だったら、一度は見たことあるかなって思うんですけど、キャラクター紹介にその血液型が書いてあることすっごく多いんですね。しかも性格の説明とセットで紹介されるのが定番なんです。うん、これもまさに日本ならではだなと思いますね。でも最近の日本では新しい存在の登場で、これまで当たり前だった血液型トークにちょっとした変化が起きています。その新しい存在っていうのが MBTI です。特に10代から20代を中心に血液型ってちょっと単純すぎないっていう空気が広がって、16タイプに分かれている MBTI が急速に浸透しています。で、血液型は4種類しかありませんが、MBTI は16種類あるので、より細かく自分を、説明できると感じる人が多いんですね。そのため、自己分析に熱心な若い世代を中心に人気を集めています。じゃあ MBTI はこれまで日本で大事にされてきた血液型の考え方をそのまま置き換えられる存在になるのかっていうのを考えると、実はこの2つって全く別物のように見えて共通点もあるんですね。それは人を分類して理解したいっていう人間の欲求から生まれたっていう点です。ただ大きな違いもあります。血液型は生まれた時から決まっていてシンプルで変わらない分類です。でも MBTI っていうのは考え方や経験によってタイプが変わることもある少し複雑なものです。これからの日本では血液型と MBTI どちらの考え方がより受け入れられやすくなるのか、このあたりもとっても面白いポイントだなと思いますね。ただ今のところはまだやっぱり血液型の存在の方が強いかなっていう印象ですね。で、私も MBTI やってみたんですけど、確かに血液型よりもっと細かく
わかるので、いいなって思いましたね。あとは友達との会話ネタでもすごい盛り上がるんですよ。はい。ちなみに私は ENTJ っていうね、タイプです。ENTJ。はい。で、リーダータイプとか、目標に向かって達成する力が抜群って書かれているんですけど、なんか違う気がするな、自分とはって思う部分もあって、で、私今まで何回もやってきたんですよ。多分10回近くやったんですよね。そう、この MBTI 診断を。なんですけど、全部 ENTJ でした。はい。そしてここで一つ、ちょっと真面目な話もしておきたいと思います。日本では血液型の話って基本的には軽い雑談として楽しまれることが多いですよね。でも実はその裏側には見過ごせない問題っていうのもあります。それがブラハラ、ブラッドタイプハラスメントと呼ばれるものです。これは簡単に言うと、血液型だけで人を決めつけたり、偏った見方をしてしまうことです。これって冗談のつもりでも意外と深刻なケースがあります。例えば、就職や採用の場面で、この血液型はちょっとなーって言って避けられたり、あとは恋愛でも、この血液型の人とは無理、付き合えないっていう、そう、最初から対象外にされたり、人間関係でも理由もなく距離を置かれてしまうことがあるんですね。で、中でも B 型はネガティブなイメージを持たれやすい血液型です。例えば、わがままとか、協調性がないとか、そんなレッテルを貼られがちなんですね。そのせいか、B 型の人が自己紹介で血液型を言うときに、ちょっと申し訳なさそうに言ったりとか、B 型です、みたいな。うん。まるでね、何にも悪いことしてないのに、まるで何か悪いことをしたみたいな、そんな雰囲気になることもあります。はい。でもこれはあくまでも社会が作り上げたイメージに過ぎません。今の心理学や医学では血液型と性格に関係があるっていう証拠は一切見つかっていません。統計的な根拠もないですし、科学的な裏付けもないんです。だからこそ、血液型の話をちょっとした雑談として楽しむ分には問題ありませんが、それを理由に誰かを判断したり、傷つけてしまうっていうのは良くないことですよね。なので、その点だけは気をつけないといけないところだなと思います。はい、今日はですね、日本人はなぜ血液型を気にするのかについてお話ししました。いかがだったでしょうか？血液型の話題っていうのは、今でもテレビでも恋愛でも日常会話でも本当にずっと使われ続けています。で、実は多くの日本人に本気で信じてるのって聞くと、ほとんどの人が、いや、別にそんな信じてないよ。ただ話してるだけっていう風にね、言うかなと思います。そう、軽く考えている人が、多いかなって、そんな気がしますね。そう、別にそこまで深く信じてはいないんだけど、会話のネタとして話すみたいな。そういった感じですね。はい。ちなみに B 型へのネガティブなお話をしましたが、実は私の旦那さんも B 型です。で、私も付き合い始めた頃、B 型なの？私 A 型だから B 型と合わないってよく聞くんだけどってね、こんなことを言っちゃったりしましたね。でも、私は旦那さんのことを本当に、素敵な人、いい人だって思っているから、血液型とか関係なく結婚をしました。うん。やっぱり人は数字やアルファベット、あとは血液型一つで説明できるものではありませんよね。
結局、血液型とか MBTI っていうより、その人自身がどんな人なのか、そういったことが一番大切だなって思います。はい。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。